ちょっと、ちゃんと金持ち呼んできてって言ったじゃない。私貧乏人と話すの嫌よ。思わず息が詰まる。週末の合コン、同僚、隼人に頼まれ、人数合わせとして参加したはいいが、初対面の令嬢、アリサは、俺を見た瞬間から不機嫌そうに眉を寄せた。そもそも、私のお友達はみんな、お金持ちか大企業の重役なんだから、どうしてこんなバイト風情を連れてきたのよ。話が違うじゃない。華やかなドレスの女性たちも、アリサに合わせるように視線を投げてくる。俺、桐生悠馬は、この高級レストランの個室では異様に浮いているかもしれない。いや、こいつはちゃんと工場の社長で。隼人が慌てて取り繕おうとするが、アリサは鼻で笑う。社長？でも月収はどのくらいなのかしら？まさか20万以下なんてありえないわよね。どこかトゲのある口ぶりに胸がぎゅっと締め付けられる。事実、俺の工場は小規模で、月収19万が精一杯だ。正直に答えると、アリサは呆れたようにため息をついた。はぁ？何それ？どこの社長が月収19万だってのよ。話にならないわね。一気に重くなる空気。社長という肩書きを聞けば、彼女なりに期待していたのだろう。だが、現実の俺は大したことないとみなされたわけだ。悪い。隼人が申し訳なさそうに頭をかく。いいよ。とは言いたいが、胸の奥には鈍い痛みが残る。じゃあ、俺は帰るよ。悪かったな。そう言って、席を立ちかけた、その時。テーブル端に座っていたもう一人の令嬢、立花沙織が、急に俺に目を向け、微笑んだ。ちょっと待ってください。あなた、桐生悠馬さんですよね。もしかしてあの特許を持っている桐生さんですか？その言葉に、アリサや周囲の視線が一斉にこちらへ集まる。何が起きたのかわからず、俺は驚いたように眉を上げた。けれど、沙織はさらに続けて、私たちの会社で使われている金属加工技術は、あなたの特許がベースになってると聞いていて、あれって、ロイヤリティだけで相当な額を稼いでるんじゃないですか？一瞬場が凍りつく。さっきまで貧乏呼ばわりされていた俺に、突如、羨望と混乱が入り混じった注目が向けられる。アリサが口を開けたまま硬直しているのが視界の端に映る。合コン会場の熱気が一気に変わっていくのを感じながら、俺は小さく息をつく。そして、この合コンが俺と彼女たちの運命を大きく変えることになるのだった。俺の名前は桐生悠馬。下町にある小さな金属加工工場を経営している。とは言っても、従業員は俺を含めて十数名ほど。父が生前、一代で築き上げた工場を数年前に譲り受け、俺なりに工夫しながら細々と続けているんだ。ネジやナットなどの単純な金属部品だけでなく、最近は液晶ディスプレイ用のパーツや新素材を活かした試作なんかも手掛けていて、いかにして大手にはない独自性を出せるかが勝負だと感じている。父の代から磨き続けてきた職人技術に、俺は心から誇りを持っているし、ここで働いてくれている従業員の技術と情熱を信じている。工場は決して大きくはないが、どんなに小さい仕事でも手間を惜しまず高品質を追求する姿勢を崩さない。それが俺たちの生き方だ。もっとも、そうした頑固一徹な生き様を評価してくれる企業はそう多くはない。大手の大量生産に勝てるわけじゃないし、俺たちの月々の収入だって決して派手な数字にはならない。俺自身、社長とはいえ工場の経営状況を見ながら自分の給料を設定している。下町の相場を考えれば悪くないはずだけど、社長という肩書きを聞くと世間はもっと稼いでいると思い込むらしいが、実際はそんなに甘いもんじゃない。工場を切り盛りする上で、俺が心から信頼している人物の一人が藤川隼人だ。昔からの友人で、技術者としても優秀なセンスを持っている。ちょっとひょうひょうとした性格で、俺にとっては頼れる同僚であり、気の置けない悪友でもある。何しろ、工場の図面作成から試作の段取り、職人さんとのコミュニケーションまでを自在にこなす彼がいなかったら、俺はこの工場をちゃんと回せていなかっただろう。そんな隼人が、ある日俺に声をかけてきた。なあ、ユーマ、合コンに行かないか？合コン。正直、俺はあまりそういう場が得意じゃない。
過去に友人に引っ張られて参加したことが何度かあるが、あの喧騒と駆け引きの雰囲気は、どうも肌に合わないんだ。お前が合コンなんて珍しいな。何かの間違いじゃないのか。俺が渋い顔をしていると、隼人は頭をかいて笑った。いや、俺の幼馴染がいるんだよ。そいつがお嬢様大学の令嬢仲間を数名連れてくるって話でさ、俺もこっちの都合で断りたかったんだけど、せっかくだし人数を合わせてよって頼まれたんだ。ユーマも付き合ってくれよ。お前、お嬢様の幼馴染って、もしかしてその子目当てか？俺がからかうように言うと、隼人は顔を赤くしてそっぽを向いた。違う。そういうんじゃねえって。まあ、昔からちょっと仲が良かっただけだ。隼人の照れた顔を見ていると、むしろこっちが茶化してやりたくなる。でも、俺はそういう合コンの場に行くのは気が進まなかった。俺なんかが言っても場違いだろう。向こうは令嬢だとかなんとか、育ちも金もあるだろうし。いいから頼むよ。お前が来るだけで人数が揃うんだ。頼む。俺は気が進まなかったが、隼人にはこれまで何度も助けられてきたし、こんなことで恩をあだで返すわけにはいかない。それから数日後、俺は隼人と一緒に、あるレストランの個室に通された。そこには、華やかな服装に身を包んだ女性たちが、3人ほど並んで座っている。いらっしゃい。合コンというよりは、お嬢様のお茶会と言った方が似合いそうな雰囲気だ。その中心にいたのが、隼人の幼馴染という、泉ありさ。そしてもう一人、落ち着いた笑みで俺たちを迎えてくれたのが、立花沙織だった。ありさより少し大人っぽく、どこか品のある雰囲気が漂っている。隼人、やっと来たのね。遅かったじゃない。俺たちがレストランの個室に入るなり、ありさが不満げにそう言った。けれど、その声にはどこかウキウキした調子も混じっている。せっかくこうして時間を作ったんだから、素敵な人をちゃんと紹介してよ。私忙しいんだから無駄足は困るわよ。彼女の物言いは直接的ではないものの、令嬢としての条件のいい男性を探したいという本音が透けて見える。隼人は苦笑混じりに俺の方に目をやった。まあ、とりあえずうちの工場で一緒にやってる仲間ってことで、桐生優馬、社長でもあるんだ。社長さん？ありさの瞳がパッと明るくなった。周りの令嬢たちも、本当に？すごいわね、と一気に興味を示す。やはり社長という響きが魅力的に聞こえるんだろうか。俺が小さく会釈すると、ありさは身を乗り出してきた。へえ、若いのに社長だなんて素敵。お給料とかやっぱりかなりいいの？まあそんな大したことは。どう答えるべきか迷った瞬間、ありさが少し首をかしげながら、さらに踏み込んだ質問を投げかけてきた。ぶしつけかもしれないけど、月収ってどれくらいなの？なんだか気になっちゃって。周囲の視線が一斉に俺へ集中する。俺は一瞬だけ躊躇したが、ごまかすようなことはしたくなかったし、実際のところ、俺の工場経営はそんなに派手じゃない。社長という肩書きと現実のギャップを正直に話すしかないだろう。だいたい月19万くらいだな。俺がそう口にした瞬間、アリサはまるで信じられないというように目を見開き、隼人を鋭く睨んだ。嘘でしょ？社長だって言うから期待してたのに、月19万？そんなのありえないわ。アリサは呆れたようにかぶりを振り、明らかに顔をしかめている。彼女の令嬢仲間たちも少なからず驚き、ざわざわと落ち着かない気配を見せ始めた。俺は自分ではそれなりに頑張っているつもりだ。確かに社長とはいえ、まだまだ規模も小さい工場だし、儲けを再投資しているから、月収はどうしても19万が限度。工場勤務の相場を考えれば悪くない方だと思う。だが、彼女たちの期待とはまるでかけ離れているらしい。ねえ、隼人。私、金持ちの友達を連れてきてって言ったわよね。どうしてこうなるわけ？アリサは苛立ちを隠せないまま、隼人を責める。隼人は気まずそうに頭をかいた。でもこいつは一応、工場の社長で。社長って言ったって、たかが月19万でしょ。アリサはそう吐き捨てると、グラスに手を伸ばし、やけに音を立ててテーブルに置いた。まるで俺の存在が話にならないとでも言いたげな態度だ。不快な空気が漂い始めたこの場に居座るのは、
俺にとっても、みんなにとってもそんな気がする。俺は小さく息をついて、席を立ち上がった。悪いな、隼人。俺は帰るよ。お邪魔みたいだし。ガタッと椅子を動かして、立ち去ろうとした瞬間、不意にどこか落ち着いた声が、俺を呼び止めた。ちょっと待ってください。もしかして、桐生優馬さんですよね。ふと目を向けると、テーブルの端で、静かにこちらを見ていた沙織が、微笑みを浮かべていた。あなたが、例の特許をお持ちの桐生さんですよね。私たちの会社で、主力製品としている金属加工技術に、あなたの特許が使われているんです。いつか直接お礼を言いたかったんですけど、まさかこんな場でお会いできるなんて。その言葉に、アリサや周りの霊嬢たちがどよめく。俺自身、こういう場で本名が出るのは初めてだったし、思わず肩がこわばった。確かに俺の工場の技術には特許があって、親父と二人三脚で開発したものなんですけど、ありがたいことに、いろんな企業さんにライセンスを使ってもらってる。だから、俺個人が大金持ちとかそういうわけじゃ。とんでもないですよ。年収で言えば、数億は下らないとお聞きしてます。つまり、特許のロイヤリティだけで少なくとも、1億円くらい稼いでるとか。沙織の説明に、周りの霊嬢たちは一様に目を見張った。周囲の霊嬢たちが一斉にどよめき、アリサまでもがポカンと口を開いた。年収1億？アリサが目を瞬かせる。その視線は、さっきまでの冷淡なものとはまるで違う、期待に満ちたものへと表変していった。嘘よね。だって月19万って、一体どういうこと？親父が亡くなってから特許は俺名義になってるけど、それは決して俺だけの成果じゃない。だから、日々の経営はしっかりやらないといけないし、スタッフに還元もしなきゃならない。そうなると、俺の月収はそう多くはないんだよ。戸惑いつつも、俺は簡単に事情を説明する。だが、年収1億という言葉に引き寄せられたアリサは、もはやそんな事情など、お構いなしに椅子を引きずりながら、俺の隣へ移動してきた。ねえ、ユンマさん。その特許ってすごいんでしょ？ほら、会社同士のお仕事としてもさ、うちの実家の事業拡大に協力してほしいっていうか。手をやんわりと重ねてくるアリサの態度は、最初の話にならないと、軽蔑していた彼女とは思えない変わりようだ。そんな一連の様子を、沙織は申し訳なさそうに見つめていた。どうにも釈然としない空気が漂う中、俺はもう限界だと判断した。悪いけど、そろそろ俺は失礼するよ。荒立つ胸の内を押し隠しながら立ち上がる。お互い、これ以上いても気まずいだけだ。隼人が申し訳なさそうに、すまんとつぶやく横で、アリサの表情が一気に不満げに曇った。ちょっと、もう帰るの？せっかくいい話ができそうなのに。あいにく、急ぎの用事があってね。隼人、あとはよろしく。俺は手短に別れの言葉を告げ、足早に店を出た。夜風がひやりと額を撫でる。正直、あれほど気まずい空気になるとは思わなかった。俺は一度深く息を吐いて、そのまま家へ戻った。翌日、工場に顔を出すと、いつも通りの風景が広がっていた。金属加工の機械音が響き、職人たちは黙々と仕事を進めている。その様子をひとしきり眺めた後、事務スペースで図面を確認している隼人を見つけた。彼と目が合った瞬間、隼人は申し訳なさそうに視線を落とす。昨日は悪かったな、ユーマ。なんかあんな風になるとは思ってなくてさ。いや、俺も驚いたよ。でも気にすることはない。お前が付き合ってくれって言うから言っただけだし、もともと合コンは得意じゃないしな。苦笑交じりに返すと、隼人はほっとしたように肩を落とした。とはいえ、俺の心のどこかで、隼人がアリサと幼馴染ってのはなかなか不思議な縁だよな、という思いが渦巻いている。あれほどストレートに金の話ばかりする女性と、隼人の穏やかな性格とがどう繋がっているのか想像しづらい。そんな時、工場の扉付近から、すみません、というか細い呼び声が聞こえた。作業を始めかけていた職人の一人が、俺たちを手招きしている。客らしいぞ、社長！背を向けていた俺が振り返ると、そこにはスーツ姿で立っている沙織の姿があった。実は昨晩、あの合コンの後に彼女からメールをもらっていた。突然の連絡を失礼します。改めてきちんとお話をしたいので。
もし差し支えなければ、明日お伺いしてもよろしいでしょうか。そんな丁寧な内容で、正直意外に思ったが、断る理由もない。俺は承諾の返信を送った。もっとも、約束の時間は昼前だったはずだ。まだかなり早い時間だけど、何かありましたか？俺がそう言うと、沙織はかすかに息を切らせ、決まり悪そうにうつむいた。おはようございます、桐生さん。ごめんなさい。今日の約束よりずっと早く来てしまいました。遅れたら失礼かと思って、余裕を持って家を出たら、思ったより早く着いてしまって。時計を確認すれば、まだ約束の時間まで1時間以上ある。俺は作業服の袖をまくりながら、隼人と目配せした後、いや、構わないですよ。むしろ早い方が歓迎だ。落ち着いて話ができる。と、事務スペースを指し示す。沙織はホット&の表情を浮かべ、簡素な椅子に腰を下ろす。実は、父が急に倒れてしまい、私が代わりに社長になったんです。想像以上に大変で。そう切り出す彼女の声は、どこかぎこちなく、震えているように聞こえた。聞いてます。急に舵取りを任されるのは相当な負担ですよね。俺が相槌を打つと、沙織はかすかに笑みをこぼし、視線を落としながら続ける。父の体調が悪化してからは、社内の対立や資金繰りの問題がいっぺんに吹き出して、私自身何から手をつければいいのかわからなくなる日もありました。けれど、桐生さん、いえ、桐生工場さんの技術が使われた製品だけはずっと好調で、それが唯一の救いだったんです。本当は早くにでもお礼を伝えたかったんですけど、会社がゴタゴタしている間にタイミングを逃してしまって、ご挨拶が遅くなり申し訳ございませんでした。沙織はそう言うと、改めて申し訳なさそうに頭を下げた。だからこそ、昨日の飲み会は少しでも挨拶のきっかけになればと思ったんですが、あんな雰囲気になってしまって。ああ、昨夜のことなら気にしなくていいですよ。アリサさんの態度はちょっと驚いたけど、あなたが謝ることじゃない。むしろこうしてわざわざ朝早く来てくれただけで、俺としてはありがたいです。そう返すと、沙織は胸の奥の不安を吐き出すように、ほっと息をついた。ありがとうございます。だけど、まだまだこれから新製品の企画も進めないといけないし、会社を立て直すには時間がかかりそうで、正直私の力不足を痛感してます。うつむきがちになった沙織を、俺はできるだけ柔らかい声で励ます。きっと大丈夫。あなたはしっかり前を見て行動しているし、何より仕事をちゃんとしたいって思いが伝わってくるから、うちの技術で力になれるなら遠慮なく言ってください。新製品の開発も一緒に頑張りましょう。その言葉に、沙織はわずかに潤んだ瞳でこちらを見る。ありがとうございます。桐生さんがそう言ってくださると、すごく心強いです。しばらくして、沙織との打ち合わせが終わると、彼女はまた正式にご連絡しますねと言い残して、工場を後にした。実に短い商談だったが、それだけで彼女の覚悟や誠意が十分に伝わってきた。父の会社を守るために、一生懸命に走り回りながら、俺たちの技術を頼りにしていること、そして何より、桐生工場が誇りを持って開発してきた技術を本気で必要としているという気持ちが伝わってきたのだ。それからの数週間、沙織は、俺の工場を何度も訪れるようになった。新製品の使用を詰めるための打ち合わせが主だったが、いつしか仕事の話を超えて、お互いの近況や工場の雑多な日常についてまで語り合うようになる。最初のうちは、桐生さんときっちり呼んでいた彼女も、最近では、ゆうまさんと自然に名前を口にするようになっていた。とある日の夕方、俺はいつものように現場で職人たちと試作品のチェックをしていると、入り口の方から沙織が駆け足でやってきた。すみません、遅れました。打ち合わせの時間から10分ほど遅れたらしい。いつも几帳面な彼女にしては珍しい。いえ、気にしないでください。こっちも作業が長引いて、まだ片付いてないところでしたから。そうですか。ならよかった。彼女は胸をなで下ろしてから、カバンの中をごそごそと探し始める。今日は図面の修正案と、うちの開発チームがまとめてくれた提案書を持ってきました。さっきまで会議が押してしまって、大慌てだったんです。そう言って取り出した書類は、びっしりとメモが書き込まれている。よく見ると、彼女の自筆らしく、端の方には小さく、イラストのような図まで添えられていた。
プレゼン用の資料ですよね。ずいぶん詳しく書き込んである。父からは、資料作りの基本は、相手に伝わりやすくすることだとずっと言われて育ったんです。だから、少しでもわかりやすいようにと思って、うちのチームに任せっぱなしじゃなく、私自身もきちんと内容を理解してるって示したくて。そういう彼女の瞳には強い意志が宿っている。社長業を急遽引き継がざるを得なかった苦労を考えれば、これほど前向きに動けるのは、並々ならぬ覚悟があるからだろう。胸の奥が静かに熱くなるのを感じた。その後、打ち合わせスペースに移ってからも、沙織は疲れた様子を見せるどころか、いくつもの課題を挙げ、解決策を一緒に模索しようと前のめりになる。俺の提示する試作パーツの改良点についても、妥協なく意見をくれるし、職人たちが気づきにくいビジネス的な面についても考慮を促してくれる。ユーマさんたちの技術が素晴らしかったからこそ、しっかりマーケティング面も詰めていきたいんです。しがない社長の私が口出しするのも変ですけど。いや、全然変じゃない。むしろ助かります。うちはどうしてもいいものを作ることに没頭しがちだから。俺がそう応じた後、一呼吸置いてから、ふと今取り掛かっている新しい技術のことを思い出した。そういえば、最近やっと特許が下りた部品があるんだ。まだ外部にはあまり話してないんだけど、これを組み込めば、より軽量化できるかもしれない。特許ですか？沙織が目を見開く。彼女に図面を見せるため、俺は引き出しから分厚いファイルを取り出した。材料の配合と、成形工程を工夫することで、強度を落とさずに部品の重量を大幅に減らせるんだよ。俺は棚から試作品を取り出して、彼女の手元に置く。実際に手に取ってみて。ほら、思ったより軽いだろ。ほんとだ。これで強度が落ちないなんて、すごいですね。もしこの技術が使えるなら、今の試作段階でもかなり優位になりますよ。瞳を輝かせる沙織の横顔を見ていると、こっちまで嬉しくなる。もし興味があるなら、これをベースにした部品を新製品に組み込めるか、一緒に考えてみませんか？試作コストはかかるかもしれないけど、製品としては絶対に魅力的になるはずだ。もちろんです。ぜひご協力をお願いしたいです。父の会社がここまで来られたのも、桐生さんの技術があったからこそなんです。今回の新製品は、私にとっても勝負みたいなものなので、全力で取り組みたいんです。沙織はそう言って、かすかに肩を落とす。よく見ると、その表情には少しばかり疲れが滲んでいるようだった。急に社長を引き継いだ彼女には、相当な重圧がのしかかっているだろう。無理はしなくていい。けど、頑張りたいと思うなら、うちもとことん付き合う。沙織さんが真剣に考えてくれるからこそ、俺たちもやりがいがあるんだ。俺がそう言うと、沙織は小さく笑みを浮かべる。けれど、その笑みは、ほんの一瞬だけだった。すぐに瞳が潤み、唇がかすかに震えるのを見て、思わず胸がドキリとする。私、本当にユーマさんに会えてよかった。周りの人は、私のことを何も知らない小娘みたいに扱うんです。父が倒れたせいで仕方なく社長になっただけって、誰も本気で向き合ってくれないというか。一息にそう漏らすと、沙織はこらえきれずにまぶたを伏せる。でも、ユーマさんだけは違いました。私の話にちゃんと耳を傾けてくれて、こんな風に接してもらえたのは初めてなんです。私なんてお礼を言ったらいいのか。その声はほんの少し震えていて、彼女の瞳には涙が浮かんでいた。思わぬ弱さを見せる沙織の姿に、俺は心臓が強く締め付けられるような感覚を覚える。霊場然とした、凛とした佇まいの裏側で、これほど孤独と戦っていたのか。俺なんて大したことしてないですよ。沙織さんが本気でぶつかってくれるからこそ、俺も答えたいと思うだけで、そう答えるのが精一杯だった。まるで言葉よりも先に、彼女の熱い思いがこちらに流れ込んでくるように感じて、なぜか息が詰まりそうになる。沙織は涙を手の甲で拭い、はにかむように笑顔を取り戻そうとする。ごめんなさい。こんな姿見せるつもりじゃなかったのに。でもありがとうございます。こうしてユーマさんと向き合えて本当によかった。その言葉に、俺の胸はさらに熱くなる。ふと伸ばしかけた手を、どう動かせばいいのか迷い、結局テーブルの上で指を曲げるだけだった。まだ何かを言葉にするには早いかもしれない。それでも彼女が見せてくれた涙は、俺にとって
特別な意味を持ち始めていた。それから数日が過ぎたある夕方、工場の片隅で図面を睨んでいると、同僚である隼人が声をかけてきた。なあ、ユーマ、食事でも行かないか？食事？また合コンみたいな話じゃないだろうな。悪いけど、ああいうのはもうこりごりだから。俺が渋い顔をすると、隼人は大行に手を振って否定する。ちげえよ。今度は4人で行こうって話。前回がひどかったろ。だからお詫びに俺がご馳走するっていうわけ。ほら、沙織さんも都合つくって言ってたし。沙織さんか。思わず彼女の涙を思い出してしまう。もし沙織さんが行くなら、俺も行ってみようか。そんな思いが頭をよぎった。で、あともう一人は誰なんだ？まさかアリサさんじゃないよな。俺が尋ねると、隼人は口をすぼめながら視線を外す。まあ、アリサも来るって言ってた。けど、今回は合コンとかじゃなくて、ちゃんと食事するだけの集まりにするって話してあるから、大丈夫だと思う。どうやら、前回の合コンと違い、アリサが余計な仕切りをしないよう、隼人が釘を刺しているらしい。実際にどうなるかはわからないが、少なくとも、金持ちを捕まえるみたいな、あからさまな目的ではないはずだ。気が進まないけど、お前がご馳走してくれるって言うならいいか。そう言うと、隼人は満面の笑みで親指を立てた。サンキュー。じゃあ場所と時間は改めて連絡するな。お楽しみに。結局、俺は隼人の誘いを受けることにした。あの涙を浮かべた沙織さんが、仕事では見せない素の表情をどんな場で見せてくれるのか。心のどこかで、その変化を楽しみにしている自分がいるのも事実だった。そして迎えた4人での再会の日。店は前回の合コンよりも落ち着いた、少し大人びた雰囲気のダイニングバーだった。隼人が、今回はちゃんとゆっくり話せる場所を選んだ、と自信ありげに案内してくれただけはある。個室めいた半個室のソファー席に通されると、アリサが真っ先にグラスを手に取った。はい、今日はお疲れ様。お仕事の話は抜きにして楽しく飲みましょう。彼女はそう言って、まるで乾杯の温度を取るように大声で宣言する。沙織が、この前の新製品の件で、と口を開きかけた瞬間、アリサは、はい、今日は仕事の話はなしよ、とやんわり制した。よかったら、ユーマさんもどうぞ。沙織もほら、早く飲みなさいよ。やたらと上機嫌なアリサに促され、俺も沙織もグラスを手に取って乾杯する。ほのかな酒の香りが鼻をくすぐり、テーブルに並んだ料理からは食欲をそそる匂いが漂っていた。いつも仕事モードの沙織は、今日は少しだけ化粧を施していて、薄暗い照明の中で、その横顔がどこか華やかに映る。つい目がいってしまう自分に気づき、慌てて視線を外した。ねえ、ユーマさん。この間の合コン、本当にごめんなさい。私ずっと謝りたくて。アリサはグラスを両手で包み込むように持ちながら、塩らしい表情をこちらに向ける。前回の合コンで散々な態度だったことを思えば、こうして素直に謝ってくれるのは意外な気もした。もう気にしてませんよ。まあ、あの日はいろいろあったけど、今こうして普通に飲めてるし。俺がそう言うと、アリサは胸を撫で下ろすように、よかったと笑う。さすがユーマさんだわ。こうしてまた会えて嬉しいわ。ねえ、沙織ももっと飲みなさいよ。せっかく隼人が選んだお店なんだから、楽しんでいかなきゃ損よ。その言葉に沙織は微笑みながら、アリサこそ、飲みすぎないでね。と軽く釘を刺す。先日の合コンの時とは打って変わり、今日はさほどギスギスした雰囲気もなく、むしろ和やかに話が弾んでいる。アリサの勢いに少し圧倒されはするものの、それが逆に会話を盛り上げているようだ。隼人も苦笑混じりで、ちょっと飲みすぎるなよ、と、アリサを軽くたしなめながら、程よく酒を回してくれていたおかげで、今回の集まりは前回とは違い、和やかな雰囲気のままお開きとなった。俺も適度に酔いが回っていい気分だ。店を出るとき、俺はさりげなく沙織に声をかけようと思ったが、ちょうど彼女が隼人に呼び止められて話し込んでいる。その隙に、アリサがスルスルと俺の腕を取ってきた。ユーマさん、ねえ、ちょっと付き合ってもらっていい？俺が戸惑い気味に言うと、アリサは酔いのせいか、少し熱っぽい目でこちらを見上げる。別に大した用事じゃないんだけど、もうちょっとおしゃべりしたいなーって思って、どう？
誘うような声色に、とっさに返事に詰まってしまう。視線を横にやれば、沙織はまだ隼人に挨拶をしているところで、こちらを気にする様子はない。いや、今日はもう帰った方がいいですよ。そんなのわかってるわよ。やっぱり私じゃダメなの？ユーマさん。アリサの言葉に、俺は思わず苦い笑みをこぼす。酔った彼女からさっきもこんな言葉を聞いた気がする。どう返せばいいのか困るばかりだ。ダメとかそういう話じゃなくて、明日も仕事あるし。つまんないの。アリサは拗ねたように唇を尖らせる。俺がどう返事をしていいか迷っていると、ちょうど通りかかったタクシーのランプが目に入った。アリサさん、タクシー拾うから今日はもう帰った方がいい。沙織の話はいつも聞くのにね。アリサはわざとらしく肩をすくめるが、やはり酔いのせいか足元がおぼつかない。俺は慌てて腕を支えながら彼女をタクシーまで連れて行く。気をつけて。そう言葉をかけ、タクシーのドアを閉める。車が走り去って、静かになった路上で、俺は深いため息をついた。わずかに夜風が肌を撫でる。視線を巡らせると、いつの間にか沙織や隼人の姿はもう見当たらなかった。どこかですでに帰り支度を終えてしまったのだろうか。なんか疲れたな。ほんの少し前まで楽しく飲んでいたはずなのに、今は体の芯に鉛のような重さを感じる。帰るか。そうつぶやき、俺は足早に夜の街を後にした。妙に静かに感じる道を一人歩きながら、頭の中では明日の工場の予定や、沙織が見せた穏やかな笑顔と、アリサのふらつく背中が入り混じるようにちらついていた。翌朝、工場に顔を出した俺は、案の定ひどい二日酔いに襲われていた。頭がガンガン痛むし、昨夜の記憶もところどころあやふやだ。それでも着替えを済ませて、作業場の様子を確認していると、隼人がニヤニヤしながら近づいてくる。なあ、ユーマ、昨日どうだった？アリサ、最後はお前と一緒だったんだろ？どうもこうも、結局面倒を押し付けられただけだ。お前、幼馴染ならそっちが送ってやれよ。俺がぶっきらぼうに返すと、隼人は肩をすくめる。いや、ユーマさんがいいって言うんだもん。俺が無理やり連れ帰ろうとすると怒るしさ、悪かったな。酒の残る頭で大きくため息をつきながら、俺は作業服のポケットからメモ帳を取り出し、今日の予定を再確認する。昨夜の騒動はとりあえず忘れて、仕事に集中しないといけない。そんな矢先、工場の扉を開けて、おはようございます。と、やたら明るい声が響いた。アリサさん。見ると、アリサが大きな紙袋を抱えて入ってくる。差し入れ持ってきました。いつもユーマさんたちが頑張っているから、せめてお礼でもと思って。そう言って、満面の笑みで紙袋を差し出す。中にはお菓子や飲み物がいくつも詰まっているようだ。おー、社長。いつの間にそんな仲になったんです？社長やるじゃねえか。口々に茶化されて、俺が違いますって、と一生懸命に否定しても、彼らは面白がっているだけで一向に取り合ってくれない。アリサはそんな様子を見て満足そうに微笑む。俺は居心地の悪さから思わず声を上げる。ちょっと、アリサさん、どういうつもりなんですか？こんな大荷物で突然来られても困るんですけど。だってユーマさんって仕事の話なら聞いてくれるんでしょ？なら仕事の一環として差し入れしてるだけよ。いや、仕事とは言いましたけど、うまく言葉がまとまらないまま困惑していると、アリサが俺の顔を覗き込むようにして微笑んだ。それとも、私が来るの嫌？嫌というか、なんというか。いいじゃない。みんな喜んでるんだから。冷やかし半分で盛り上がる職人たちに助けを求めるように隼人の方を見ると、彼は腕を組んで肩をすくめた。いいんじゃないか。せっかく彼女が差し入れを持ってきてくれてるんだし、好意は素直に受け取っておいたら。おい、隼人までそんなこと。俺が抗議仕掛けると、隼人はにやりと笑って背を向ける。どうやら完全に傍観者の立場を貫くつもりらしい。じゃあ、また仕事の話にでも付き合ってね、ユーマさん。言うが早いか、アリサはくるりときびすを返し、工場の外へ出ていく。俺は小さく息をつき、テーブルの上の紙袋を見下ろすしかなかった。それからというもの、アリサはやたらと頻繁に工場へ姿を見せるようになった。差し入れだと称して、お菓子や飲み物を持ってくるのはいいが、その度に職人たちが手を止めて、
おう、アリサさんが来たぞ。なんだ、今度は何を持ってきた？などと、興味津々で集まってしまう。おかげで作業の進行がたびたび中断され、正直困りものだ。俺がやんわり、作業中なので、と注意しても、アリサは、すぐ帰るわよ。と言いながら、何かと話を引き伸ばす。そんな調子で、いつの間にか余計な雑談や、冷やかしが工場内をうろつくようになってしまった。そんな日々がしばらく続いたある日、俺たちが開発中の新製品の試作品がようやく完成に近づいた。沙織が完成品を見学に来るというので、朝から工場内を入念に準備していたところ、ちょうど予定の時刻に沙織が姿を現した。おはようございます。ああ、本当にもう形になってるんですね。試作品を手に取った沙織は、その軽さや仕上がりに目を見張っている。いつものように控えめな口調だが、その瞳は明らかに喜びをたたえていた。すごいです。これなら間違いなく、うちの新製品に組み込んでも問題ないと思います。沙織が試作品を手に簡単の声を上げる。部品の軽さや合成を確かめるように指先で触れながら笑みをこぼしている。そう言ってもらえるとありがたい。まだ細かい微調整は必要だけど、試作品としては十分及第点かな。俺がそう答えた矢先、工場の入り口付近から元気のいい声が響いた。差し入れ持ってきたわよ。その声と共に姿を現したのはアリサだった。彼女は大きな紙袋を抱え、ずかずかとこちらへ近づいてくる。どうも。そう言いかけた俺の言葉を遮るように、アリサは沙織の姿を認め、わかりやすく眉を潜めた。沙織？ここで何してるの？仕事の打ち合わせですよ。沙織さんの会社の新製品に、うちの試作部品が使えるかどうか検討してて。アリサはつまらなそうに唇をすぼめ、紙袋をテーブルの上に置く。そして、鼻で笑うように口を開いた。じゃあ別に付き合ってるとかじゃないんだ。そんなわけないですよ。俺たちはあくまで仕事の関係で。そうならよかった。沙織、ユーマさん私に譲ってよ。沙織は昔から何でも私に譲ってくれたし、私の言うこと何でも聞いてくれるよね。あまりに自然に口にされるその物言いに、俺は一瞬言葉を失う。彼女のあまりに唐突な言葉に、俺はぎょっとして視線を泳がせる。だが、先に動いたのは沙織だった。譲りません。控えめながらも、しっかり通る声で、きっぱりと言い切る。いつも静かな彼女とは思えないほど、はっきりとした口調だ。彼は物じゃない。私が持ち物を誰かに渡すみたいに、簡単に譲れるような存在じゃないの。それに、私だって好きなものを何でもあなたに渡してきたわけじゃないわ。その瞬間、アリサの表情が明らかに険しくなった。なによ、偉そうに。あんた昔からそうよね。済ました態度しておきながら、結局何でも私から奪っていく、したたかな女なんだから。俺は思わず言葉を失った。工場の奥で作業していた職人たちも、思わず手を止めてこちらを伺っている。アリサさん、落ち着いてください。これは単に仕事の。俺が慌てて割って入ろうとしたが、そのタイミングで、アリサは手のひらをひらりと振って背を向ける。もういい。こんなところにいたら馬鹿らしくてやってられないわ。そのままキビスを返し、足早に工場を出ていくアリサの背中を見送りながら、俺と沙織はしばし黙り込む。工場の扉が閉まる音が妙に大きく響いて、その場の空気に重みを落とした。すみません。私のせいでこんな騒ぎになってしまって。沙織が申し訳なさそうにうつむく。その肩はかすかに震えているようにも見えた。俺は彼女の隣に立ち、できるだけ穏やかな声で返す。いや、沙織さんが悪いわけじゃない。アリサさんがちょっと思い込みが激しすぎるだけだ。そう伝えても、沙織の表情にはまだ曇りが残っている。しばらく沈黙が続いた後、彼女はか細い声でぽつりとつぶやいた。昔からアリサは強引なところがあって、人のものをすぐ欲しがるんです。私はあまり物欲がなかったから、言われるままに譲ってきました。でも、ユーマさんだけは、渡したくないんです。もちろん、物じゃないですけど。最後の言葉に、まるで自分に言い聞かせるような響きを帯びていた。俺は思わず胸が熱くなる。沙織さん。俺がそう呼びかけると、彼女は伏せていた瞳をふっと上げ、唇をかすかに震わせながらも、しっかりとこちらを見つめた。新製品が完成したら、伝えたいことがあります。
その時は聞いてもらえますか？ああ、もちろん待ってますよ。俺がそう答えると、沙織はほんの少しだけ安堵の笑みを浮かべた。いつも静かで落ち着いた印象の彼女が、こんな風に感情を表に出す姿は珍しい。新製品の完成を焦る気持ちと、それ以上に大きな何かを秘めているように見えた。胸の奥が熱を帯びていくのを感じながら、俺は言葉にはできない期待を抱いていた。それから数日、工場では新製品用の試作部品の最終調整が続いていた。沙織の会社が開発する新製品に、俺たちが長年かけて改良し続けてきた技術を反映させる。これが成功すれば、双方にとって大きな飛躍のきっかけになるだろう。工場の職人たちもその意味を理解していて、全力で作業に取り組んでいる。一方で、アリサはあれ以来姿を見せていなかった。沙織との一見が答えたのだろうか。だが、今は新製品開発の最終段階で、工場が大忙しのため、正直言って、彼女の存在を意識している余裕などなかった。俺自身も職人たちも、朝から晩まで試作やデータの検証に追われ、ほとんどプライベートの時間を取れない状況だった。そして、ある夜のこと。工場の作業は一段落したはずだったが、俺はどうにも気持ちが落ち着かなくて、一人で工場へ戻ってきた。夜の静まり返った工場の中をゆっくりと歩き、明日の作業の段取りをもう一度確認する。デスクの上には図面が広げられ、パソコンには試作データがまとめてある。いつもなら昼間のうちに終えてしまう作業だが、今日は何か心のざわめきを抑えられず、ひっそりと再チェックでもしようかと考えていた。すると、誰かがこそこそと物音を立てている気配がした。誰かいるのか？夜の工場に他人がいるはずはない。俺はほんの少し身構えながら、そっと奥の方へ足を進める。工具や機械の部材が並ぶスペースを覗き込み、機械の影を確認し、さらに奥の事務所スペースへ近づいたその時、薄暗い照明に照らされた机の脇で、誰かがしゃがみ込んでいた。明かりをつけると、そこにいたのは、アリサが驚いたように顔を上げた。何か大きな封筒か、ファイルのようなものを手にしている。表情には、あからさまな動揺が浮かんでいた。あら、こんばんは。アリサは、あからさまに目を泳がせながら、書類を隠そうとする。だが、その隠し方は、明らかにぎこちなく、かえって怪しさを増していた。何をしてるんですか？こんな時間に、どうやって入ったんですか？俺が問いただすと、アリサは苦し紛れの笑みを浮かべる。鍵が閉まってなかったから、ちょっと寄っただけ。勝手に入ってごめんなさいね。そう言いながら、彼女は手元のファイルをそっと背中へ回す。アリサさん、それ何を持ってるんですか？別に、ただの書類よ。ちょっと見せてもらおうかと思って。勝手に持ち出したら、それは盗みと同じです。返してください。俺が一歩近づくと、アリサは思わず後ずさりした。ちょうどそこへ別の足音が聞こえてくる。アリサ！姿を見せたのはハヤトだった。どうやら俺と同じく、怪しい気配を察して工場へ戻ってきたらしい。何をしてるんだお前。ハヤトが息を切らしながら問いかけると、アリサは興奮した様子で言った。ハヤトが教えてくれたんじゃない。ここの特許製品で沙織の会社が新製品を作ってるって。だから、先にうちで使わせてもらおうと思ったのよ。だからって盗むなんておかしいですよ。こんな夜中に勝手に入り込んで。俺が呆れ混じりに言うと、アリサはツンと顎を引き、視線を横にそらした。うちだって今ピンチなのよ。新商品が出せなきゃ資金繰りも限界。いいじゃない。技術なんて同じでしょ。先にうちが使わせてもらうだけで。理屈の通らない言い分に、ハヤトがきつく眉を潜める。俺は苦い息をつきながら、アリサの手元にあるファイルを取り返そうと一歩進んだ。返してください。それは先代。つまり、俺の父の代から何度も試作を重ねて、膨大な金と時間をかけて、ようやく完成したものなんです。はいどうぞと渡せる代物じゃない。アリサは書類をぎゅっと抱え込んだまま視線を下に落とす。その拍子に背後からハヤトがぐっと腕を伸ばして封筒を奪い返そうとする。アリサ、いい加減にしろよ。こんなことして許されるわけないだろ。ハヤトが荒い呼吸のまま声を上げると、アリサはファイルを抱える手をぎゅっと握り込んだ。その瞳がわずかにハヤトへ向けられる。あんた、私のこと好きなんでしょ？だったらここなんかやめて、その技術持って私の会社を助けてよ。
胸の奥をつくような告白に、隼人は一瞬息を詰まらせた。が、すぐに苛立ち混じりの言葉がこぼれ落ちる。ふざけんな！俺はお前のこと確かに好きだったよ。ずっと昔から。だからこそ、お前がユーマを本気で思ってるのかと勘違いして、応援してやろうと思ってた。それなのに、お前の目的はこの工場の技術を奪うためだけか？そんなの、ただの裏切りだろうが。隼人が荒い呼吸のままそう言い放つと、アリサは激しく肩を震わせながら、書類を抱え込んだまま睨み返す。瞳は涙をこらえているのか、じっとりと濡れたように潤んでいた。裏切りでも何でもいいのよ。会社を守るためには手段を選んでいられないの。わかる？もしうちが倒産したら、何千という社員やその家族が路頭に迷うことになるのよ。あんたにその重圧がわかる？アリサは鋭い視線を隼人に向けながら、悔しそうに唇を噛み締めた。だからって、やり方がおかしいだろ？盗むなんて、そんな手段に走っていいわけがない。お前にしてみれば一生懸命なんだろ？家のこと、会社のこと、いろんなものを背負ってるのはわかる。だから焦ってるんだろうけど、それでもそんなことして手に入れたって、誰も幸せにはなれないだろう。アリサは言い返そうとしたが、喉の奥で言葉が詰まったように声にならない。でも、もうこの方法しか思いつかなかったの。父からは、とにかく早く金持ちと結婚しろってせかされて、会社のために相手を探せって言われてばかり、ユーマさんは全然なびかないし、私はどうしたらいいのかわからなくなって。令嬢としての重責と、父親からの容赦ない要求、そして手っ取り早く金を手にするには、結婚が一番だと、刷り込まれてきたのだろう。隼人はそっと歩み寄り、気まずそうに一度口を開きかけて、言葉を飲み込む。それから、深く息を吐いて、彼女の肩に手を置いた。アリサ、お前は昔から、一度思い込むとまっすぐ突っ走っちまう。でも、その方向を間違えたら、周りも自分も傷つけるだけだ。今のお前がまさにそれだろ。会社のためって言うなら、ちゃんと向き合って話をしろ。頼れる人がいるなら頼ればいい。結婚相手だって、誰かに押し付けられるもんじゃないはずだ。アリサは顔を上げるが、涙がこぼれ落ちそうで、隼人の視線をまともに見返せない。それでも、彼の温かい手のひらに触れられていることを感じると、少しだけ肩の力が抜けたように見える。そんなの父は認めない。私が自由に恋愛するなんて、許されるわけないもの。本当にそうか。隼人の問いかけに、アリサは言葉を告げないまま沈黙する。彼女の方には、はらりと涙が伝っている。もし俺でよければ、いつでも力になる。子供の頃から、お前がどんな奴か見てきたからな。今のやり方は間違ってるけど、一生懸命なのもわかる。でも、頼る先を間違えるな。俺を利用してもらったっていいから、一人で抱え込むのはやめろよ。アリサは驚いたように言葉を失っていた。彼女にとっては予想外の優しさだったのかもしれない。隼人、あんた本当にバカ。ほんとバカだよな、俺。昔のお前のまっすぐなところが好きだったんだよ。今だって方向さえ間違えなきゃやり直せるんじゃないかって思ってる。顔を伏せたまま、アリサはおえつをこらえるように肩を震わせる。ごめん、隼人。私どうしたらいいかわからなくて、変なことばかりして。これからゆっくり考えればいいさ。少なくとも技術を盗むなんてことは金輪際やめろ。困ったら言えよ。俺やユーマが協力できるかもしれないからさ。お前が素直に頼ってくれるなら、なんとかなる可能性はあるはずだ。アリサは小さく息をつき、吹ききれない涙を手の甲で拭いながら視線を落としたまま口を開いた。わかった。ごめんね。本当に。それと、ユーマさん、本当にすみませんでした。彼女の言葉には、自責の念が溢れ出しているのが、ひしひしと伝わってきた。俺は複雑な思いを抱えながらも、できるだけ穏やかな声で答える。未遂ですから、もう大丈夫です。アリサさんが反省してくれるなら、それで十分ですよ。アリサは深く頭を下げると、再度、すみませんでしたとだけつぶやいてから、やっと顔を上げた。だが、目は隼人とも、俺とも合わそうとせず、そのままきびすを返して、夜の静寂に溶け込むように去っていった。しんと静まり返った工場には、隼人と俺だけが取り残される。ファイルや図面を整え直しながら、隼人は苦い顔のまま、俺に視線を向けた。悪かったな、ユーマ。お前の大事なものを盗まれかけて、俺は何もできなかった。
あいつを見逃してくれてありがとう。解雇してくれて構わないよ。こんな俺じゃ信用できないだろ。その申し訳なさそうな瞳に、俺は大きく首を振る。バカ言うな。隼人を解雇するわけないだろう。お前はいつだって工場のことを思って動いてくれてるじゃないか。今回だってアリサに気づいてくれたから最悪の事態は避けられた。むしろ感謝してるよ。俺がそう言うと、隼人は眉を下げながらも少しだけ笑みを浮かべる。ユーマ、ありがとうな。これからも頼りなくてもついていかせてくれ。俺、技術者としてはそこそこやれるつもりなんだ。知ってる。頼りなくなんかないさ。お前がいるから、俺も工場も助けられてるんだ。そう返すと、隼人はかすかに肩の力を抜いて、安堵の息をつく。外からの冷たい夜風が工場の中をさらりと流れて、俺たちの間にあった重苦しい空気を少しだけ和らげてくれた。さあ、今日はもう休もう。いろいろあったけど、明日からまた通常通りだ。俺が言うと、隼人は小さくうなずき、背筋を伸ばして入り口の方へ歩み始める。今夜の出来事は決して小さくはないが、まだ未来は切り開けるはずだ。あれから数週間が過ぎた。俺たち桐生工場は、沙織の会社と共同で進めていた新製品の最終調整に追われ、毎日が慌ただしくも充実した時間の連続だった。試作品に改良を重ねるたび、彼女の目はますます輝いていき、俺も隼人も職人たちもいいものを作ろうという一心で没頭していた。そんなある日、思わぬ訪問者があった。お久しぶりです。昼下がりの工場に、その声は遠慮がちに響く。そこにいたのはアリサだった。以前とは打って変わって、華美なファッションではなく、落ち着いたジャケットにパンツスタイル。どこか小さくなりながら工場の奥を覗き込んでいる。アリサさん。俺が名を呼ぶと、アリサはうつむきがちに姿勢を正し、ゆるく頭を下げた。この前は本当にごめんなさい。あんな無茶をして。でも私、あれから地道にいろいろ動いて、うちの会社を立て直す手段を探しているんです。聞けば、家に戻ってから父親や取引先に頭を下げ、再投資や新規案件の可能性を少しずつ模索しているらしい。その過程で自分なりにきちんとしたやり方で技術を得る道を考え始めたという。だから、もしどうしても必要になったら、正規の形で技術的な協力をお願いできないかと思っていて。アリサがそう打ち明けると、俺はかすかに笑ってうなずく。力になれることがあったら言ってください。うちにできる技術協力なら惜しまないつもりです。ただ、その時は正式な窓口として、ほら、ここにいる隼人を頼ってくださいよ。俺より交渉事は得意なんで。同僚の隼人は急に話を振られたので、少し驚いた顔をするが、すぐに照れ隠しのように視線をそらす。アリサは一瞬目を丸くして、それから頬をほんのり染めて声を落とした。そう。じゃあ、その時はよろしくお願いします。それと。何か思い出したように、彼女が付け足す。父とちゃんと話をしました。私の気持ちを知った父も考え直してくれたみたいで、恋愛は好きにしろって言ってもらえました。今までは会社のためとか、お見合いの話ばかりだったけど。その言葉を聞いて、俺は心の中でほっと息をつく。同時に少し照れくささもあって、そうですか。それは良かったですね。と答えながら、横目でちらりと隼人を見る。隼人は、意外そうに一瞬きょとんとした後、頬にわずかな赤みが刺すのを隠しきれていない。俺はなんだか嬉しくて、そっとその場の空気を味わいながら、よかったな、と心の中でつぶやいた。その後、俺たちと沙織の会社が共同開発していた新製品は、ついに市場へと送り出されることになった。製品の仕上がりは、想像以上の完成度で、発売直後から飛ぶように売れ、ついには大ヒットとなった。メディアにも取り上げられ、沙織は急遽、記者会見に引っ張り出されるほどの騒ぎになった。今回の新製品は、桐生工場さんの技術がなければ実現しなかったんです。私は社長として未熟ですが、皆さんのお力を借りて、なんとか結果を出せました。そう胸を張る沙織の姿は、眩しいほどに輝いていて、俺は心の底から誇らしく思った。もちろん、俺たちにも大きな恩恵があった。新たに取得した特許が再び脚光を浴び、業界内で一気に注目度が高まっていったのだ。追加の仕事や投資の話も舞い込み、工場の職人たちもやる気に満ち溢れている。ある日の昼下がり、
テレビのワイドショーで沙織がインタビューを受けている様子が映し出されていると、職人の一人が、ほら、姫様出てるぞ。とみんなを呼び寄せた。工場の休憩スペースはたちまち人だかりになり、誰かが冗談交じりに言う。へえ、あのお嬢さんもすっかり有名人だな。ああ、なんだか遠い存在になっちまった感じがするぜ。職人たちがワイワイ生やし立てるのを背に、俺は複雑な思いを抱えていた。確かにこのところ、彼女が忙しすぎてほとんど会えていない。一緒に新製品を作り上げてきたはずなのに、いつの間にか大きく距離が開いてしまったような気さえする。まあ社長としては仕方ないよな。俺だって工場にかかりきりで連絡をちゃんと取れてるわけじゃないし。そんなことを考えながら自分の作業に戻ろうと歩き出した時、突如として工場の入り口が勢いよく開いた。視線を向けると、そこには息を切らせた沙織が立っていた。淡い色合いのスーツを着ているが、髪は少し乱れていて、いつもよりずっと慌てた様子だ。沙織さん？どうしたんですか？こんなところに。思わず声を上げると、沙織は小さく肩で息をしながら、かすかに笑ってみせる。少しだけ時間ができたんです。いろいろな番組や会見に引っ張りだこで、ユーマさんとも全然会えてなかったし、どうしても伝えたいことがあって。わざわざ来るほどの用事って、何か緊急の仕事ですか？俺がそう尋ねると、沙織はさらに顔を赤くし、唇をぎゅっと結ぶ。そして、大きく息を吸い込んでから、周囲を気にする素振りもなく、まっすぐ俺の目を見ると、はっきりと口を開いた。好きです。私はユーマさんのことが好きなんです。俺は思わず息を飲んで、目の前の沙織を見つめる。頬を真っ赤に染めながらも、彼女は一生懸命に気丈さを保っている様子だ。いつもお仕事で力を貸してもらって、私、社長としてユーマさんに頼りっぱなしだったかもしれない。だけど、新製品が完成してから、しばらく会えなくなって気づいたんです。やっぱりユーマさんとお話ししたいし、一緒に歩いていきたいんだって。沙織さん。名を呼ぶだけで精一杯だった俺に、彼女は緊張しながらも、少しだけ笑みを浮かべる。いきなりこんな場所ですみません。でも私はユーマさんのことが好きってどうしてもちゃんと伝えたくて。俺も沙織さんのことがずっと気になってました。仕事をしている姿を見ているとすごくキラキラしていて引き込まれるんですよ。好きです。これからも俺たちで一緒にいろんなものを作っていきたい。そう言うと沙織は一瞬きょとんとして、それからパーッと花が咲くような笑顔を見せる。すぐに周囲の職人たちから、うおーっと大きな歓声が上がった。彼らは完全にやじ馬根性で楽しんでいるが、俺たちにとってはこれ以上ない祝福の拍手のようにも思える。ありがとうございます。本当に嬉しい。顔をあからめながらも、沙織は涙が滲みそうな目をぎゅっと瞬かせる。そんな彼女の姿に、俺は自然と笑みをこぼし、工場の中央でお互いを見つめ合った。人はみんな、自分だけでは成し遂げられない目標を抱えている。しかし、思いを分かち合える仲間と出会い、互いの技術や情熱を支え合えれば、一歩踏み出す勇気が生まれる。たとえ困難にぶつかっても、信じ合うことで、より良い未来へと進む力を得られるのだ。